はい、皆さんこんにちは。ストレンジハンターのタカです。今回は日本のピラミッドについての話をしますね。日本にピラミッドがある？そんなわけねえだろって思ってる人いますよね。実は日本にもピラミッドはあるんです。そもそもピラミッドっていうのは何だと思いますか？ピラミッドという定義があるのかということですね。ピラミッドはエジプトや中南米にある四角錐の石の建造物のことです。ピラミッドがなぜ作られたのか、現代でも謎に包まれていることが多いです。何かの神殿ではないのか、それともお墓ではないのか、本当にいろんな説がありますよね。その中でも一番有名なのがお墓説。マネクマチャンネルでの見解は、宇宙人のアヌンナキが宇宙基地の境界線として作ったということです。詳しくはこちらの動画で解説していますので、ぜひご覧くださいね。では、今回紹介する日本のピラミッド、どんなやねん。石で積まれた四角錐のピラミッド、どこにあんねん。そんなん見たことあらへんっていう人がほとんどだと思います。皆さんの心中お察ししますよ。日本のピラミッドは実はかくれんぼの天才なんです。冗談はさておき、半分冗談ではありませんが、日本のピラミッド、わざわざ石を積み上げては作っていません。人工物として作っているのではなくて、自然にあるものを利用して作られています。それを唱えているのは、明治時代後期から昭和時代に生きていた酒井勝時さんです。酒井さんが定義する日本のピラミッドが利用しているものは、自然の山です。たとえ人工的に石や土を積み上げても、日本という立地では自然の山のようになってしまった可能性があるそうです。古墳もそうですよね。上から見たら立派な前方後円墳になっている仁徳天皇陵とか、その他の古墳もそうです。その土地で暮らしているとただの山ですよね。昔はもっと緑が多かったからなおさら区別がつかなかったでしょう。日本のピラミッドを提唱した酒井さんが発見したピラミッドは全国にあります。酒井さんが一番初めに見つけた日本のピラミッドは広島県庄原市足高山です。その他にも青森県の大石神、岩手県の五葉山、富山県の隣山、京都にもあります。元伊勢、氷室ヶ岳などなどたくさんのピラミッドが存在していると酒井さんは言っています。これやばくないですか？しかもね、この日本のピラミッド、世界最古のピラミッドだと酒井さんは言っているんです。ピラミッドの原点が日本だったとか、かなりぶっ飛んでる説です。酒井さんが最初に見つけた広島県の足高山、そこにある祭祀に使われていたと思われる石は考古学的調査で約2万2000年前のものであるということが分かったんです。火曜サスペンスもびっくり仰天です。山が全てピラミッドだったらえらいこっちに抹茶に紅茶ですからね。定義は全部で3つあります。1つ目、ピラミッドの形は三角形をしている。ただし、石で作られている必要はなく、自然の山であってもよい。2つ目、ピラミッドの頂上付近に太陽石を中心として、その周囲に円形であったり、四角にしていたりという配置の斎場があること。最後の3つ目が、本殿とは別に拝殿があるということ。ピラミッドと切り離して見られることがあるんです。あからさまで分かりやすいものが、秋田県男鹿市にある大湯のストーンサークルですね。真ん中に立派な太陽石があり、周りに円形の石が配置されています。そんな3つの条件を満たしたものが日本にあるんかいなって思う人もいるでしょう。それがあるんです。あるんです。あるんです。それが先ほど紹介した日本のピラミッド。青森県の大石神、広島県足高山、富山県の戸狩山なんです。ちなみに今言った3つの条件、世界的に見てもほぼこれは同じですからね。海外のピラミッドでもこの条件が見られることがあるんです。エジプトのピラミッドの頂上には本来キャップストーンといって四角錐の石が置かれていた形跡があるんです。さらにその上には太陽石と言われる丸い石があったという専門家もいます。日本のピラミッドと共通点がありますよね。面白くなってきましたか？まだ面白くないですか？こっから面白くなりますからね。日本にはピラミッドがあったというのは実は日本の古文書にも残されているんです。しかも古文書だけでなく御神体石と言われる石も一緒にあったそうです。そこには古代の文字である神代文字で、吉備常元国に大綱手彦、スメラの御事魂病、メシア、火の神、月の神、作り主神、ピラミッド。聞きました？最後僕今なんて言いました？ピラミッド。ピラミッド。ピ
ピラミッド来たーピラミッド来ましたよ、今。わかりました？今、神代文字で書かれている文字を読んだんですけど、確実にこれはピラミッドと言っています。これは来ましたね。面白くなってきました。めちゃくちゃ面白いです。僕的にはかなり面白いです。完全にピラミッドです。ちなみに、吉備常元国は、備前、備中、備後の国のことなので、広島県の足高山がピラミッドだという裏付けの一つになるかもしれません。さらには、大常手彦が22000年前にいたとされる人だと、これも分かっているんです。22000年？これさっき出てきましたね。これは、足高山の地質調査の結果とほぼ同じ時期なんですよね。はい、確定です。ピラミッドです。やばいっすよね。しかも22000年前。ピラミッドの語源は日本が発祥の可能性もかなり高いです。ではここからは日本のピラミッドの目的について、これを紐解いていきましょう。先ほど紹介した古文書の一文には、スメラの命魂病という文言がありました。スメラは天皇のことです。霊廟はお墓のことですね。つまり天皇のお墓としてピラミッドは建てられたということがわかります。当然わかりますよね。んなことありません。たわけが、お前は、バカチンが。それはもうたわけです。たわいてはいけません。それは結果的に天皇のお墓になったんです。では、実際には何のために？それは天との交信です。天皇の祖先は天照大神だと言われていますよね、神話では。しかし、あながち神話だけの話ではないんです。詳しくは別の動画でも話しているので、ここは簡単に話していきますね。一言で言うと、神、宇宙人というところでしょうか。その神と交信する場所がピラミッドであるという説があります。天、つまり宇宙との交信には波動が必要で、その波動を受け取るには高さが必要だったわけです。なぜそんなことわかるんやっていう風になりますよね。それは僕が宇宙人だからです。っていうのは冗談で、古文書の言葉、メシアです。ご飯屋さんです。違います。これはメシア、つまり天皇が何かを召すための建物、そのためにピラミッドが必要であったということがわかります。ちなみに、ユダヤでメシア書と呼ばれるものがあります。これ、明らかに日本とのつながりを感じさせるものなんですね。では、メシア書をご覧ください。こちらです。ほら、どうですか？日本に住んでいる方は何度も見たことがあるのではないでしょうか。天皇家が使う紋章、16吉家紋と同じなんです。そして、このメシア書、16吉家紋。これは太陽のシンボルとも言われています。はい、太陽ですよ。ピラミッドの条件にありましたよね。ピラミッドの頂上には太陽石ということがありましたよね。日本にピラミッドがあるんだという話をしていたら、これは繋がってきますよね。それほどに密接に関係しているということなんです。さあ、皆さんどうでしたか？今回は日本のピラミッドについてお話をしました。本当に今お話しした場所が日本のピラミッドなのかどうか、それは皆さんぜひご自身で訪れて、本当にピラミッドかどうかを確認してはいかがでしょうか。僕も機会があったら現地に行っていろいろ見ていきたいと思います。それでは今回も最後まで見てくれてありがとうございました。